こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、モデルファクトリーヒロ、FFH の 787B、マツダ 787B の制作続きやっていこうと思います。で、今回は、デカールを貼ったボディカウル、に、クリアを吹いていく作業をやっていこうと思います。で、クリアを吹いて仕上げてしまわないと、エンジンをつけたりとかその辺の作業が全くできないんですよ。なので、ちょっと急ピッチでエンジン周りの作業をやっていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい。そしたらですね、作業やっていくんですけれども、クリアを吹いていくので、今回ウレタンクリアを使うんですけど、ウレタンクリアって、このデカールに染み込まないんですよね。なので、この上からウレタンクリアを吹くと、デカールの上に乗っかった状態っていう感じになってしまうんで、このデカールの上に乗っかってるウレタンクリアが、このデカールの粘着力だけでボディ表面にくっつくっていう状態になってしまうんですね。なので、そのまんま塗ると、とりあえず光沢は出るんですけど、経年劣化とかでデカールごとウレタンクリアがベロッと剥がれたり、浮いてきちゃったりっていうことが起きるので、このデカールの上から1回ラッカークリアを吹きます。1回ラッカークリアを吹いてあげて、デカールを1回クリアでこう閉じ込めて定着させてあげて、でその上からウレタンクリアを吹くっていう形でやっていくので、この上から一発ラッカークリアですね。僕今回使うのはボーンペイントのフルクロスクリア、これを使って、ラッカークリアコートをしていきます。でこの時はそんなにむちゃくちゃいっぱい拭く必要ないので、このデカールの上だけさーっと拭くっていう感じでやってあげます。そしたらやっていきます。こんな感じでデカールの表面がねちょっとしっとりする程度にクリアを拭いてあげたら、これで一旦しっかり乾かしてあげます。はい、そしたらねラッカークリアが乾いたんで、ここから、ウレタンクリアを拭いていこうと思います。今回はもう鬼ウレタンを使ってクリアコートしていきます。で、今回も多分足りると思うんですけど、取材 20g に対して薄め液を 50%、10g ですね。で、そこに、硬化剤を5対1で混ぜたっていう感じで希釈してあるので、これを拭いていきましょう。で、まずはね、砂拭きからやっていきます。はい、こんな感じでこう表面がちょっとねザラッとなるぐらい、そんなにいっぱい拭かなくてもいいとは思うので、こんな感じで拭いてあげたら、これでしばらく硬化させていきます。はい、そしたら30分ぐらい硬化させたので、こっから一発目拭いていきましょう。
こんな感じかな。こんな感じでね、ウェットな感じになるように拭いていきます。で、この辺ちょっとね、さっきの砂吹きのやつのザラザラが少し残ってるんですけど、これはね、こっからこの今拭いたウレタンクリアの中のシンナーで溶けてシュワーっときれいに消えていくんで、このままね硬化させていきます。ウレタンを1回拭いてきた状態です。1回拭いてきた状態でこんな感じになります。まあね、やっぱボディのカウルのパーツが多いっていうこともあって、思ってた以上に消耗が激しくて、1回拭いただけで全部使い切っちゃったんですよ。で、その1回使い切っちゃったんで、硬化剤もちょっと使い切ってしまったんで、ちょっと今これ1回しか拭けてない状態なんですよね。なんで、ちょっと塗膜の厚みっていうのがね、まだちょっと心もとないところはあるんですけど、今オニウレタンの硬化剤を注文してて、でそれが届くまでの間にこれが硬化しちゃうんですよ。であんまり硬化しすぎると次この上から重ねようと思ってもそれの食いつきが悪くなっちゃうんですね。ウレタンの場合ってつるっとした表面には食いつきが悪いので、なので、どっちにしろもう一回拭くにしろこれで中研ぎをするにしろ一回ここにペーパーを当てないとダメになってくるんで、ちょっと軽くペーパーを当てていこうと思います。で今塗膜が薄いんでねちょっと怖いんですけど、まあ1500番ぐらいでいきましょうかね。1500番ぐらいの傷はウレタンクリアで一発で消せるんで、1500番ぐらいで軽く表面の、デカールの段差をねある程度慣らしつつ全体に軽くペーパーを当てて足付けもするっていう感じでやっといて、で、硬化剤が届いたらすぐにまた拭くっていう感じでやろうかなと思ってます。どうなんでしょうね。ちょっとね僕ウレタンまだこのオニウレタンのね塗膜の厚みとかその辺をね掴みきれてないっていうのもあるんで、実際これで中研ぎをしてどうかっていうのがちょっと分かんないんですけどね。これでいけるんだったらもうこれである程度デカールの段差鳴らしといて、で次仕上げのクリアを一発拭いて、でその後の研ぎ出しで最後、段差をきっちりやっつけるっていうのでもいいのかなとも思うので、とりあえずねある程度のところまでやっとくんですが、デカールをね削ってしまわないように細心の注意でやっていきます。このタイミングでねデカールを削ってしまうと、割とどっからやり直しになるだろう、一からやり直しかなみたいな感じになっちゃうんで、タッチアップできそうなとこやったらいいんですけどね。タッチアップできそうなとこだったらタッチアップして修正してあげればいいんですけど、タッチアップしにくい色だったりとか複雑な柄の部分だったりとかってなるとタッチアップが難しくなってくるとどうしてもねやり直しになってきちゃうのがあるので慎重にやりましょう。ちょいちょいねこっちのヤスリ面の方をチラチラチェックして、このデカールの色がこっちに映ってないかとかね、その辺も見ながらやっていった方がいいんじゃないかなと思います。こうやってね縁のところ光ってるところ、これ要はデカールの段差の部分なんですけど、これをね完全に消しきるっていうのまでは必要以上に追っかけない方がいいと思います。なんでデカールの上をメインに
ペーパーを当ててあげて、まあ結果段差がなくなればラッキーぐらいに思ってやりましょう。ね、全体全てのパーツこれを順々にやっていきます。はい、そしたら中研ぎというか、まあ、一回全体にペーパーをかけたんで、この上から、もう一回ウレタンクリア拭いていこうと思います。で、まあ、ある程度段差も、まあ、残ってはいるんですけどね、ある程度は消えたと思うので、この上からね、60% 希釈のオニウレタンを拭いていこうと思います。で、ちょっと一箇所見落としがあったんで、一旦ストップ。はい、そしたら拭いていきます。もうこれは仕上げのクリアにしたいので、きっちりウェットになるように拭いていきます。はい、こんな感じでね、しっかりとウェットな状態になるように塗ってあげたら、乾燥機に入れて乾かしていきます。はい、でクリアが乾いてというか硬化して、こんな感じになりました。はい、まあウレタンクリアなんでね、これぐらいの光沢は普通に拭いたら出てくれるので、こんな感じになりました。で今でどんぐらいかな、18時間ぐらいですかね、18時間ぐらい硬化させたんで、もうしばらく、乾燥機の中入れて硬化させてあげようとは思うんですけども、とりあえずこんな感じになりました。で、中研ぎというかね、デカルの段差に関しては、まあ今の時点で割と、ちょっと残ってはいるんですけど、この辺とかね、ちょっと残ってはいるんですけど、これぐらいであればおそらくこの後研ぎの工程でほぼほぼわからなくなるかなと思うので、もうこれ以上ね拭くのはなしでいこうかなと思います。多分大丈夫でしょう。はい、まあちょっと慎重にねやりますけども、こんな感じになってます。リアカウルもこんな感じですね。エンジンカウルも。はい、なので、今回のこのクリア拭きの作業の一旦これで終了にして、ね、どうしよっかな。このカーボンの部分とかはちょっとね、これクラックちょっと入っちゃったんですけどね、これ多分デカールの密着不足だったんでしょうね。だと思うんですけど、ちょっとクラック入っちゃったんですけど、まあこれ表面軽く削って、この後上にね艶消し含んで、それやってあげればほぼほぼ分かんなくなると思います。はい、こういう感じで、まあとりあえずしっかり硬化させてあげてから、研いでから艶消し拭いた方がいいかなと思うので、ちょっとそれが終わってからにしようかなと思います。この辺とかね、多分先に艶消し拭いちゃうと作業しにくくなると思うんで、そんな感じでやっていこうと思います。はい、なので、一旦今回の作業はこれで終了にして、また次回動画の方で、研ぎ出しかな。ごめんなさい、ちょっと郵便来ちゃった。次は研ぎ出しですかね。やるとしたら研ぎ出しして、まあ艶消し拭くっていうところまで次の動画ではやろうかなと思います。研ぎ出し自体はね、やること自体はいつもと大して変わんないんで、さささっと終わらして、で艶消し拭いてっていう感じでやろうと思いますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。